はい、こんにちは、矢野です。桜も咲いて春がやってきましたが、まだまだ寒い日が続きますね。そんな小雨が降るちょいと寒い夜、超美味しいアジが食べたくて仕事帰りにアジングに行ってきました。極上のアジを魚にうまい酒が飲めるように頑張ります。今回のタックルはロッドがアジドー 5G S622L、 リールは19番機種の C2000 のハイギア、ラインはシンカーアジング 0.2 号にリーダーはフロロの1号、ジグヘッドはレンジクロスヘッドにワームはソードビーム 1.7 インチ。このタックルでスタートします。さあ、そしたら準備ができたのでアジを狙っていきます。さあ、ジグヘッドはレンジクロスの 1.5g でワームがソードビームの 1.7 インチ。この組み合わせで狙っていきます。ドラグ設定がちょっと硬かった。よし。で、表層付近を探っていきます。一発できましたね。ゴーンと。いい当たり。で、竿がですね、今回アジドー 5G の S622L で、リールが19番機種の C2000 のハイギア。そしてラインがシンカージングでやっています。ちょっと表。よいしょ。1投目から釣れてくれました。なかなかいいサイズです。25、6ありますね。丸々して美味しそうです。で、一匹一匹締めていきます。がっつり、ノブ奥にかかってますね。ここならバレることないですね。で、このエラの下のところからこうウニ切りバサミをスッと入れて円髄部分を挟んでパチンと断ち切る。そして塩氷に入れてジャブジャブジャブと揺すってやると血がよく出るので、これで出してやります。美味しそうですね。で、1匹釣れたら、針先をしっかりチェックしてやって問題なかったらそのまま行きます。じゃあ同じところを狙っていきます。着水っていうのはさっき3カウントぐらい入ってたんで、3ぐらい入れて、そして軽く糸吹きを取って、ちょんちょんちょんとアクションを入れてからの食わせの間、アクションからの食わせの間という感じで探っていきます。もう釣り方はシンプルで超簡単な釣り方です。反応ないか。一発だけか。ちょっとアジの気配はあるので、投げる方向をちょっと変えながら探っていきます。ちょっと投げる方向をずらして、そして表層付近すぐに糸吹け取ってアクションと食わせの間を入れていきます。ちょんちょんとアクションでアジにアピールをさして、そして食わせの間で意図的にアジが捕食しやすいタイミングを作ってやる。そしたら今のはアクション後の食わせの間のタイミングでコンとね釣ってくれました。もう狙い通りのところですね。このタイミングで釣れてくれたら気持ちいいですね。よいしょ。これもちょっと重たいけど、24号ぐらいですね。いい感じで大きめです。でもこれかかりどころが悪いんで、プチッと口が切れましたね。やっぱりアジの口のこの縦のラインとかにかけないと、口のこの横の部分は柔らかいので、すぐに破れて、ポロリと落ちていくことがあります。で、一匹一匹締めて、そして刺激します。このアジも丸々して美味しそうです。いやー、食べるのが超楽しみです。やっぱこうやってアジが釣れたらテンション上がりますね。もう一回再現性出るように同じところを狙っていきます。やっぱ表層でアジが釣れたら楽ですね。レンジ取らなくていいんで。ちょんちょんとアクションを入れて、そして食わせの間ということで探っていきます。もう食わせの間はリールを巻きながら入れていきます。これがレンジをある程度入れたんだったら竿をゆっくりさびきながら入れたのでもいいんですけど、僕は基本的に表層付近だったらこのようにリールを巻きながら食わせの間を入れる釣り方でやることが多いですね。釣れなかった。残念。じゃあちょっと投げる方向をまた変えてアジを探していきます。今回入っているポイントのアジは割とベイトに小魚とか追っているアジなので、今同じところでポンポンポンと釣れるよりかはベイトを追ってその明かりの周りをぐる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 回遊している感じなので、投げる方向を変えて、そしてアジを探しながら釣っていきます。
当たりがなくなった。いや、2匹釣ったら終わりか。ちょっとまた投げる方向を変えながら探っていきます。ちょっとレンジ入れます。でもたまにやっぱチャポンチャポンとライズしているんで、ライズしているところを狙ったらいい感じかな。ライズがあったところ狙います。さあ、食え食え。当たらないなぁ。ジグヘッドをもうちょっと重たくした方がいいかな。2匹釣れて終わりか。ちょっと当たらないので、ここでワームを買います。今、ソードビームの 1.7 インチ使っていましたが、アジアダに交換します。そしたらワームをアジアダに交換しました。これで狙っていきます。さあ、釣れるかな。トントンとアクション入れてからの食わせのまで。一発ですね。ワームをアジアダに変えたら一発でした。アジアダとかも新品に変えたら結構匂いがついているので、その変えた瞬間の一投目でボッと釣れる時って結構あるんですよね。ちょっと重たい。よいしょ。サイズも25、6ぐらいですね。いいサイズです。かかりどころもがっつりいいとこかかってますね。で、きちんと一匹一匹丁寧に締めていきます。パチンと。そして、新規です。これは食べるのが楽しみです。そしたら、アジアダに変えて一匹釣れてくれたので、このパターンでハマるかどうか、また引き続きやっていって、そしてもパターンにはまるんだったら、そのまま続行して数を伸ばしていきたいと思います。ただ1時間ほどやって25、6センチのアジが10本釣れまして、もつ抜け完了したので、今日はですね、早々と終わりにしたいと思います。見てください。いい感じで漕いでいてめっちゃうまそうです。じゃあ、家に帰って料理していきます。さあ、今回釣ったアジがこちらになります。だいたい25、6センチ前後のアジですね。10本お持ち帰りしてきました。どれも丸々と漕いでいてめちゃくちゃ美味しそうです。で、今回の味はどうやって食べようか結構ね迷ったんですが、最近あったかい日が出てきたので、さっぱりとしたスジメとか、あとはカルパッチョ、そういった料理でいただこうと思います。じゃあまずいつも通りエラと内臓だけ出す下処理を済ませておきます。じゃあまずエラから出していきます。エラはこの指を突っ込んでブリッと引っ張ったら超簡単に取れます。このようにちょっと指でエラを開けてやって、そしてブリッと引っ張ったら超簡単です。そして内臓を出していきます。包丁をスッと入れて、さあ何を食べているでしょうか。このアジは特に入ってないな。すげえ大量。これはイカも食ってる。コイカにこういった小魚、いろんなの食べてますね。それでお腹パンパン。料理でたくさん食ってる。前アジ剣山やった時と結構近いポイントで釣りをしたので、似たようなベイトがやっぱお腹に入ってますね。いやなかなかすげえ食ってくるこいつは。体も肉厚で超美味しそうです。そしたら洗っていきます。しっかりと血を流しておいて、内臓とかの取り残しのないようにですね、きれいに洗っていきます。もう油浮きまくりっすね。形もいいっすね、きれいで。そしてキッチンペーパーで水気を取ってお腹に詰めて、エラにも詰めます。そしてこの状態でキッチンペーパー巻いてやって、この状態で冷蔵庫に寝かせておきます。さあ、それでは下処理してから4日間冷蔵庫で寝かせました。
今回の味まるっと超えていてめっちゃ美味しそうなので何で食べようか迷ったんですが、シンプルにカルパッチョでいきたいと思います。じゃあ早速さばいていきます。そしたら最初に鱗から取っていきます。下処理の時に鱗も取ってたら楽なんですが、やっぱり鱗がついている方が腐敗防止にいいということで、僕はですね鱗は残して、熟成させております。特にやっぱこの辺り鱗が残りやすいんで細かく取っておきます。そしてキッチンペーパーでしっかりと水気を取って3枚におろしていきます。で今回はもうエラと内臓を出しているので頭を落として3枚におろしていきます。そして頭を落としたらまず皮に薄く切れ込みを入れます。スーッと皮だけ切れ込み入れて、そして次お腹側も切れ込み入れます。そして反対側も背中側からスッと薄くスーッと皮だけ切れ込み入れて、次お腹側も同様に切れ込みを入れます。そして背中のこの部分の皮を掴んで、先にも3枚のおろす前に皮剥ぎます。ピリピリピリっとピリッと剥げました。ちょっとだけお腹側の身が取れましたが、3枚におろしてから皮を剥ぐよりかは綺麗に皮が剥ぎやすいです。で、背中側から包丁を入れて、そして3枚におろしていきます。あばらのところをスッとすきながら、そしてここで切り離します。これで片面おろせました。油がいい感じでついてますね。で次反対側もいきます。反対側も同じようにここの部分、背中側から皮を剥ぎます。つまんでやって、そしてピリッと剥ぎます。でここちょっとサイズが大きいアジの場合は特にゼイゴが鋭いので指を怪我しないように気をつけてください。僕もたまにですね勢いよくビリってやったらここのゼイゴでスパッと切ってしまうことあるので注意していただければと思います。で背中側から包丁を入れていきます。で背骨のあたりを切っていって、そして一気に切り離します。そして尻尾のところをパスンと切って、これで3枚おろしできました。血抜きもしっかりできているので身も真っ白で綺麗ですね。脂も乗っていて美味しそうです。手もすごい脂でギトギトです。そして頭は味噌汁の出汁とかに使うのでかぶと割りにして置いておきます。口のとこから包丁を入れて、そしてバスンと切っておきます。このように割っておきます。これで焼いてから味噌汁の出汁で取ったらめちゃくちゃいい出汁が出ます。そしてあばらをすいていって、できるだけ薄く身を取りすぎないようにすいてやって、そしてちょっと怪しい部分、内臓とかがちょっとついてそうなところはトリミングしておきます。ちょっとこういったところですね、取っておきます。こういう感じです。ちょっとねここは怪しいんでできるだけ取っておきます。はい、いきました。じゃあ次血合い骨を取っていきます。で今回は血合い骨は切らずにもう一本一本ですね、この骨抜きで抜いていきます。切った方が楽なんですけど、見た目的には血合い骨を骨抜きで抜いた方が綺麗なんで、今回はですね頑張って抜いていきます。よし OK。 そしたらカットして盛り付けていきます。今回ねもうカルパッチョなんでちょっと薄めに切っていきます。薄く切って盛り付けていきます。この体高がある個体はやっぱ脂の乗りがすごいっすね。もうギトギト。いやこれは一口食べたら天国に行けるぐらい極上の味ですね。
もう間違いなく美味しいだろうな。でこういう切れっ端は味噌汁とかに入れて食べるのでまとめてのけておきます。で今回の味付けはレモン、オリーブオイル、そしてハーブソルト、この3種類で味付けしていきます。それではレモンいきます。割とねレモンはたっぷりめにかけたら美味しいんでがっつり絞っておきます。そして次オリーブオイルいきます。さら仕上げにハーブソルトいきます。このハーブソルトはそこまで辛くないのでちょっと多めにかけました。さあということで極上のアジのカルパッチョの完成です。それではいただきます。いやめっちゃうまそう。まずアジからいきます。うわめっちゃうまいこれ。いやーすげえうまい。いやアジの旨味がギュッと凝縮されてる。で今回の味結構脂が乗っていたんでむつこいかなと思ったんですがレモンをかけることによってかなりさっぱりいけますね。箸が止まらなくなるやつですねこれは。ハーブソルトもめちゃくちゃ合う。でもうちょっと我慢できないのでお酒もいただきます。お硬いぞ。おーそしたらお酒もいただきます。超うまい。今回のカルパッチョは結構さっぱりしているのでフルーティーなお酒を選びました。この亀泉酒造さんのセル24酵母を使ったお酒はめちゃくちゃフルーティーで超飲みやすいです。日本酒ってなんか結構辛いイメージあると思うんですがそういったイメージを払拭するめちゃくちゃうまい酒です。これは日本酒飲んでみたいけどどれから始めたらいいかわからないって方はですね是非最初にですねこの1本飲んでみてください。ワインのような感覚で飲めるので日本酒初心者の方にも超おすすめです。この今回作ったアジのカルパッチョにもめちゃくちゃ合います。最高。今回のアジはもうめちゃくちゃコンディションが良くて本当に脂のりのりですね。アジも釣るポイントとかその時のアジの餌の食べ方によってですねコンディションが全然変わって、油の入りも全然違うんですがこれ今回釣ったアジはですねもう極上、もう一口食べたら天国に行けるぐらいですねめちゃくちゃうまいです。いやうまくてお酒も止まらなくなってしまいますね。やばいな。簡単にこれ1本飽きそう。でこのアジのカルパッチョ刺身とか塩ユッケとかごま味とかで食べるよりもかなりさっぱりいけるので量いけますね。これ手軽にさっぱり食べたい方には超おすすめです。さあそしたら残り極上のアジと極上のお酒を堪能していきたいと思います。ごちそうさまでした。さあということで今回は仕事帰りのお手軽アジングで釣ったよく超えた味を魚に美味しい日本酒を堪能しました。ちょっと小雨が降る中でのアジングになりましたが狙ったポイントで晩酌の魚にするぐらいの味がちゃちゃっと釣れてくれたのでよかったですね。そして今回はアジのカルパッチョにしていただきましたが脂が乗りまくった味でもさっぱりして美味しかったですね。脂が乗った味を食べる時って結構むつこくてあんまり量を食べれなかったんですがカルパッチョにするとさっぱりした味付けになってたくさん食べれました。そしてお酒もたくさん飲みました。カルパッチョはシンプルで超簡単にできますし日本酒との相性もめちゃくちゃ良かったのでまた作ってみます。さてだいぶ暖かくなってきて釣りにも行きやすい時期になってきました。アジも釣れ始めた地域も増えてきたと思いますのでぜひお手軽アジングに行って美味しいアジ料理とうまいお酒を堪能してください。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。最後にアジングで釣れなくて悩んでいるあなたへお知らせです。ルアー釣り未経験からアジングを始めた僕が累計3万匹以上釣って学んだ
初心者でも釣れる型をまとめた電子書籍を作りました。アジング初心者応援企画として概要欄のリンクよりプレゼントしていますので、ぜひご覧ください。